もし家族をこよなく愛するパートナーがあなたの殺人を企てていたら、遡ること22年前の2001年3月、アメリカオクラホマ州オクラホマシティ、とある一軒家の玄関先で2人の男女が仲睦まじく話をしていました。ジェームズ、ありがとう、あなたのおかげでうまくいきそうよ。そう言って穏やかな笑みを浮かべたのはブレンダー・アンドリュー。2人の子供を育てながら教会で日曜学校の教師を務める真面目で近隣の評判もいい女性でした。そして彼女と会話をしていた男性は同じく日曜学校で教師を務めるジェームズ・パバット。彼はこの日ブレンダとその夫ロブの相談に乗るため彼らの自宅を訪れていたんです。あとは俺に任せとけよ。ブレンダの悩みを見事に解決したジェームズはそう言うと誇らしげに笑ってみせました。しかしこの次に彼の口から出た言葉はそんな晴れやかな表情にはとても似つかわしくないものだったんです。あいつさえ死ねば俺らは億万長者だ。平凡な家庭の庭先で不穏な会話を繰り広げる男女。彼らはいかにして莫大な富を手に入れようとしたのか。真面目で穏やかに見える人間ほど一度来ると歯止めが効かないんです。おそす。なんかアリエルの新作映画評価低いのかな。でもなんか見たいかな。ケンちゃんです。はっきりしないよね、ほんと。生シミ役のマーメイドアリエルです。です。ヤミコです。です。です。なんで死ぬ気で合わせようとして本日ご紹介するのはアメリカオクラホマ州で起こった殺人事件について。犯人は近隣住民からは真面目で心優しいと思われていた人物だったんですけど、実際はですね、金目的で殺人に及ぶという真逆のね、性格だったんですよ。どうなの？実はもう本当に生活に困ってとかもう本当にやむを得ない、やむを得ない事情があって殺しちゃいけないんだけどさ、それぐらいのなんか理由があったとかなんじゃないの？それがですね、女性はね、とても殺人に至るような理由ではないようなことで悪の道に手を染めてしまったんです。平穏にね、思えていた夫婦関係、一体なぜ突然壊れてしまったのか。そして女性はいかにして大金を手に入れようとしたのでしょうか。夫を狙う女。遡ること22年前の2001年10月26日、アメリカオクラホマ州オクラホマシティ。ロブ・アンドリューさんですね。大変なんです。奥様が事故に遭われまして、今すぐノーマンの病院までいらしてください。公衆電話の受話器に向かい慌てた様子でそう言った男性。そのすぐそばには一組の男女が彼を見守るようにしながら立っていました。そのうち一人はメガネをかけた中年男性ジェームズ・パバット。そしてもう一人は栗色の髪の毛を肩まで伸ばした女性ブレンダ・アンドリュー。電話をかけていた男性はしばらくするとジェームズの方へ振り向きこう言いました。これでいいのか。ああ、完璧だ。ブレンダー、旦那はうまく騙せたみたいだぜ。満足げにそう言い放ったジェームズ。隣に立つブレンダーも年の割にあどけなさの残るその笑顔で彼に答えます。これで1億円は私たちのもの。2人で幸せに暮らせるわね。ブレンダーの夫を標的に何やらよからぬ計画を実行に移そうとしていた2人。その計画の全貌を知るにはブレンダーと夫ロブの夫婦関係を辿っていく必要があるんです。一見何の変哲もないように見える2人の夫婦関係に一体どんな問題があったというんでしょうか。1981年、ブレンダが高校3年を迎えたその頃、後の夫ロブ・アンドリューと出会いました。可愛い人だな。弟の紹介でブレンダと知り合ったロブは清純そのものの彼女をすぐに気に入りました。さらにこんなに真面目で優しい子、今まで出会ったことがない。知的障害を持つ弟を献身的に支え、休日には進んで教会のボランティアに参加していたブレンダ。敬虔なキリスト教徒の両親を持つ彼女は非常に慈悲深い心の持ち主でした。10代後半の思春期にもかかわらず遊びには目もくれず周囲の人への奉仕を行うブレンダの人となりにロブはあっという間に夢中になっていったんです。こうして交際することになった2人は付き合って3年目の1984年6月に結婚。広告代理店へ勤務し始めた夫ロブに対しブレンダは銀行に勤めるようになり、2人は順調にキャリアを積み重ねていきました。ここまで見る限り別にブレンダは優しい奥さんだし、夫を貶めるような人には全く見えないけどね。ただね、結婚生活って大変じゃないですか。大変なこともあるわね。もともとね、だって育ってきたね、バックグラウンドが違うさ、二人がこう一緒になろうってんだからさ、思い通りにいかないこともありますよね。そういうね、価値観の違いっていうとあんま好きじゃないですけど、いろんなすれ違いとか、そういったことがね、もしかしたらブレンダーを変えてしまったのかもしれないんです。
2人の結婚生活に転機が訪れたのは結婚6年目を迎えた1990年のこと。ブレンダー、子供も生まれたわけだし、君には仕事を辞めてもらいたいんだ。どうだろう。生まれたばかりの長女をあやしながらブレンダーを諭すようにそう口にした夫ロブ。そう、ブレンダーはもともと産休が終われば銀行員の仕事に復帰したいと考えていましたが、ロブは彼女が専業主婦になることを望んでいたんです。そうね、わかった。仕事は辞めて子育てに専念するわ。銀行員の仕事を気に入っていたブレンダーにとってそれは非常に重大な決断でした。しかし彼女は円満な夫婦関係のため夫の要望を受け入れることに。以降ブレンダーは専業主婦となり、30歳を迎える頃には2人目の子供を出産。彼女は子育ての傍ら教会へ通い、日曜学校の教師を務める日々を送っていました。ここまでならブレンダーの心優しいその人柄は昔と何ら変わらないように思えていたんですが、何かここからトラブルがあるのかしら。全然ね、夫婦間で問題起きなさそうに見える夫婦よね。ですよね。なのでね、真面目でね、評判が良かったブレンダでさえね、そういった結婚生活上におけるね、いろんなことが原因で表変していってしまうんです。抑圧されていた衝動。1999年のある日、オクラホマシティのある食料品店へ一人の女性が来店します。胸の谷間を強調したトップスにミニスカート。店内の男性陣の注目を一身に集めるセクシーな装いは、そう、36歳を迎えたブレンダだったんです。以前とは見違えるほど妖艶な雰囲気を醸し出しながら、彼女は一人の男性店員の元へ歩み寄ります。今日も仕事終わり待ってるわね。店員にそう耳打ちをすると同時にブレンダが差し出したのはホテルの部屋の鍵。そう、専業主婦になって間もなく彼女は不倫に溺れるようになったんです。ここまで変わっちゃう？本当にブレンダこの人。やっぱブレンダはね、真面目一辺倒だったという性格がこの事態を生んだと言っても過言ではないんですよ。というところで本日のメトラキーワード、自制心の限界について。2009年にカリフォルニア大学で行われた実験では、人の自制心に限界があることを如実に示す結果が出ています。実験で集められた101人はそれぞれお菓子と野菜を目の前に置かれ5分間食べるのを我慢すると、実験後の休憩時間でお菓子を我慢したグループの喫煙率は 53%、 野菜を我慢したグループの喫煙率は 34% という結果に。野菜を我慢したグループよりお菓子を我慢したグループの方が自制心を消耗しており、喫煙で発散しようとする傾向が強く現れた。このように自制心には限界があり、常に欲望を抑えている状態にあるとストレスでうつ病を発症したり、爆発して飛行に走ってしまったりということが起こるんです。ブレンダのように真面目一辺倒な人は適度に欲望を満たす行動が取れていないため、限界を迎えて突然表変してしまうことも多いとされています。小さな頃から勉強も弟の世話もボランティアも必死に頑張ってきた。それでやっと好きな仕事に就けたと思ったら辞めて家庭に入れ。そんな退屈な生活、もううんざりなのよ。もともとテキサス州で働いていたブレンダは、夫がオクラホマ州で暮らすと言い出した際も一時別居して仕事を続けていたほど、それほどに好きだった仕事を辞めることになり、専業主婦を務める生活は彼女にとって大きなストレスとなっていました。そうやってストレスを溜め込んだブレンダは、その反動で以前からは考えられないほど派手に着飾るようになり、複数の男性と関係を持つようになったんです。そうした矢先に出会ったのが、ブレンダと同じく教会で日曜学校の教師を務めていたジェームズ・パバットという男性。ブレンダはジェームズともすぐに不倫関係になり、ことあるごとに夫ロブの愚痴を漏らしていました。そしてある時、ブレンダはジェームズに向かいこんなことを言い始めるんです。旦那のせいで私の結婚生活は最悪、もう終わりにしたいの。それでね、あなたに手伝ってほしいことがあるの。手伝ってほしいことって何？最初に言ってた1億円がどうのこうのとかっていう話ってこと？そうなんです。ブレンダはここから夫ロブとの結婚生活に終止符を打つため、恐ろしい計画を立て始めるんです。一攫千金。2001年3月のある日、ブレンダの不倫相手ジェームズは彼女の自宅を訪れていた。なあロブ、君も子供が2人いるんだし、保険を見直してみないか？高級取りの君におすすめの保険があるんだ。そう言って保険の資料を取り出したジェームズ。彼は保険代理店の営業マンだった。そして机を挟み、ジェームズの目の前に座っているのはブレンダの夫ロブ。ジェームズはブレンダの不倫相手であると同時に夫ロブの友人でもあった。不倫のことなど何も知らず、すっかりジェームズに気を許していたロブは保険の資料に興味津々で目を通していた。ジェームズが言うなら間違いなさそうだな。わかった、契約をお願いしようかな。そう言うと夫ロブは速やかに保険の手続きを進めていた。その傍らではブレンダが静かに微笑みながらジェームズに意味ありげな目配せをしている。そしてそれは保険の契約が終わり、ジェームズが夫婦の自宅玄関を出た時のこと。後を追いかけるように玄関を出てきたブレンダはジェームズに駆け寄ると、その耳元でこう囁いた。うまくいったわね。これであとは
旦那に死んでもらうだけね。そう、不倫相手のジェームズが夫ロブに勧めた保険の死亡保障の額は約1億円。ブレンダはジェームズの協力でロブにその保険を契約させ、保険金の受取人を自分に指定した上で彼のことを殺そうと考えていたんです。そして迎えた2001年10月26日、ついにその計画が実行に移されようとしていました。1億円が手に入るっていうのは保険金のことだったらね。どうやって殺すのよ、ブレンダは。保険金をね、手に入れるためには、偶然の事故というかね、そういう風に見せないといけなかったそうです。ブレンダとね、ジェームズ、一体どんな方法でロブを殺害してしまうんでしょうか。その日、夫ロブの元へ一本の電話が入りました。電話をかけてきたのは全く見知らぬ男性。ロブ・アンドリューさんですね。大変なんです。奥様が事故に遭われまして、今すぐノーマンの病院までいらしてください。事故現場にたまたま居合わせたという彼はブレンダから連絡先を聞き、夫のロブにこの緊急事態を知らせてきたんです。しかしブレンダの仕業だな。受話器を置いた後のロブは至って冷静でした。実は夫ロブはその日の朝たまたま自分の車のブレーキが故障していることに気がついていました。そしてその犯人が妻ブレンダと友人のジェームズだということも。自動車事故に見せかけて殺そうったってそうはいかないぞ。そう、保険の契約を結んだあの日以降、ロブは周囲の噂からブレンダとジェームズが不倫していることに気がついていました。夫ロブは自分を罠にはめるとすれば2人以外にありえないと直感したんです。その後ロブはすぐに警察に通報。しかしブレンダとジェームズに犯行の証拠はなく、2人がそこから何か追及されることはありませんでした。こうしてブレンダとジェームズの犯行計画は未遂に終わったかに見えていました。ところが2人はまだ夫ロブの殺害を諦めていなかったんです。いやいや、夫に犯行バレバレなのにまだなんかするつもりなの？容疑かけられてる状態でそんなことするって、そういうね、頭の悪いというとちょっと言いづらいんですけどね、頭がどうにかしてるような話なんです、実は。どうされましたか。2001年11月20日、警察が駆けつけた場所はオクラホマシティにあるブレンダの自宅。そして自宅ガレージへ駆け込んできた警察が目にしたのは、ショットガンで撃ち抜かれた夫ロブの遺体。夫とガレージで話をしていたら覆面の男が2人入ってきて夫を撃って逃げていったんです。悲痛な様子で訴えるブレンダもまた腕を撃たれ血を流していました。当時ブレンダと夫ロブは不倫の一件もあり別居していましたが、この日はロブが子供に会いに来ていたといいます。そしてブレンダがロブを自宅に迎え入れたところで2人は襲われてしまったというんです。しかしメトラの皆さんならもうお察しの通り、この事件はブレンダと不倫相手ジェームズの自作自演。ブレンダとジェームズは自宅ガレージへやってきた夫ロブをショットガンで撃ち殺害。その後偽装のためジェームズが拳銃でブレンダの腕を撃ち、彼女自ら警察へ通報していたんです。ついにやっちゃったわね。でもさ、ブレンダは夫のロブについ最近通報されてるわけですよ。警察が気づかないわけなくない？自作自演だって。まあね、そうなんですよ。案の定ブレンダとジェームズは警察から夫ロブ殺害の容疑をかけられ、それぞれ事情聴取を受けることに。しかしこの日は確固たる証拠が見つからず逮捕には至りませんでした。そして翌日、ロブの葬儀が行われたその日に2人は揃ってメキシコへ逃亡。この頃警察はジェームズの自宅に止められていた車の中から現場に落ちていたものと同じ弾丸を見つけており、すでに2人の犯行を確信していました。それから3ヶ月後の2002年2月28日、逃走資金が底をついたブレンダとジェームズはアメリカに戻ることに。その際、国境の町テキサス州イダルゴで待ち構えていた警察によってとうとう逮捕されることに。こうして迎えた2003年9月22日、第1級殺人の罪でブレンダに死刑の判決が下されます。さらに同年10月21日には共犯のジェームズも死刑判決に。裁判ではメキシコに逃亡していた際のブレンダの荷物が持ち出され、検察官は陪審員に向かい次のように言い放ったといいます。こんなに派手な下着を詰め込んで、これが夫を亡くし悲しみに暮れる未亡人の荷物に見えますか。子供の頃からずーっと真面目に生きてきた人がさ、こんな表現しちゃうなんて、聞いたことないわけではないけど、本当にここまでのことかってなるわね。下着もあんなにさらされて裁判所で。ブレンダはさ、夫へのね、不満っていうのを抱えすぎちゃったんでしょうね。真面目すぎたゆえに。そうそう。その結果ね、爆発したっていうのはね、今回の話だと思うんですけど、思うのが、別にさ、喧嘩しない夫婦がいいわけじゃないじゃん。喧嘩したって何したっていいんだけど、その時素直に言いつつ、それをね、受け入れてくれるとかさ。溜め込みすぎがやっぱり良くないじゃん。何事も過ぎるのは良くないじゃない。飲み込めることももちろんあると思うのよ。程度によってはね。今回のブレンダーはもう溜め込みすぎちゃったのよ、明らかにね。
逮捕後の調査によってブレンダは家族の知らないところでいつの間にか莫大な借金を抱えていたことも判明しました。派手な衣服に身を包み何人もの男性と不倫関係を続けていたブレンダ。その際男性とのデート代はほぼブレンダが出していたといいます。借金がかさんだのはそのみだらな生活のためだったのでしょう。ブレンダは夫に保険金をかけて殺害することで結婚生活への不満とともに自身の行動のツケを全て清算しようと考えていたんです。その後夫婦の2人の子供については夫ロブの両親に引き取られることに。裏で不倫を重ねながらも子供たちにとっては優しい母親であり続けたブレンダ。死刑囚となった母親の姿を見て子供たちは今何を思うのでしょうか。